皆さんこんにちは。現代のもののけひみことまこです。今日は下半身麻痺の体ってどんな感じなの、どういう状態なのということで、今の私の体の状態を見せていきたいと思います。別に脱ぐわけじゃないんですけど、足の状態を見せていきたいと思います。 YouTube 始めた当初に私の形成の状態ってどんなのかみたいなのを撮ったことがあるんですけど、それ以降あまりしっかり撮ったことがないので、怪我をして丸7年が経つなみたいな時に、今体が当初よりどんな風に変化しているのか、全身を映す2画面体制でいきたいと思うんですけども、で今こういう風にベッドから足を下ろして座っている状態で、体幹がないんだけど、体幹ってこうバランスをね取る力はないんだけど、なんかこういいポジションを見つけると私はこういう風に座ってることができます。ただちょっとでも押されたりとか、なんかこう筋肉が勝手にギュギュギュってなったりする瞬間が何もしなくてもねあるので、そういう時はもうこういう風になってこけちゃうっていうようなことがあったりします。今の足の状況、私は形成みたいな、結局自分の思うような筋肉の動きっていうのをしてくれないし、なおかつ反発するっていう力がすごく強いんです。なので足をこう持ち上げるにしても結構足としては曲げたくなる気持ち、なんかギューって閉じたくなる気持ちがすごい強い足なので、足を上げるっていうことも私の中では結構大変です。よいしょ。で重たい、なんだろう、戻った。だから足を上げるっていうよりは一気にこのある意味固まってる体をうまく使ってこのまま寝っ転がって足をこういう風に上げたりっていうことをします。こんな感じでね。でもやっぱ見た感じ分かるように、こういう風にしてても足がまっすぐにならないんです。どうしても曲がっちゃって左右どちらかにこういう風に傾いていきます。こうやってなので、一旦またこうベッドの縁とかここら辺でもいいですけどなんか体の話じゃなくなってるけど、起き上がってよいしょで足を自分でこう伸ばしてまた寝るんですが、やっぱり長年のこう車椅子座っている生活環境と、あとは皮膚がやけどをした後からもうなんとなく硬さが出ちゃって、そこから足がね曲がるっていうことが強くなった気がします。前は結構伸びる力もあったんだけど、結構曲がる力が今すごくて、たまに伸びるんだけどね、ハムというか内ももというか、その辺の緊張が強いです。じゃあこういう風に足を伸ばしましたってなって、じゃあ寝ようみたいな感じになるじゃん。ゆっくり筋肉がびっくりしないようにこうやってゆっくり寝るんだけど、もうこの時点で足が上がってきてるのが分かりますね。ほらもうどうしてもこの硬さがあってこうやってついてきて、結局最近は足をまっすぐして寝ることができなくて、こんな風に曲がって寝るような感じになっちゃいます。しかもなおかつこうずっと同じような体勢をするしかないじゃん。寝返りができないので、こういう風に足がベッド上でねこういう風になってたとしても、やっぱり足としても筋肉としてもずっと同じ体勢でいるのが結構しんどくて、こういう風に勝手にいろいろ動いたりするんです。他で動画撮ったやつがあったりするから、そういうのうまく使えたらなと思うんですけど、足がビクビクンとかこう伸びたいけど伸びるのに対して曲がる力も強いから、伸びたビヨーンみたいなことが起きたりするの最近は。だからあんまりずっと寝てられないっていう現象がありますね。足のこの動きで起きてしまうっていうようなことがあります。下半身麻痺の人でも本当に足がブランみたいな、もう自由自在みたいな方もいらっしゃるので、そういう人はねあんまりこういう悩みがないらしいけど、私の場合は本当に硬いので、扱いが難しいし、一気に急にバンって持ち上げたり
バンって動いたりしないように、筋肉がびっくりしないように動いてあげるっていうのが結構大事だったりします。でも硬さをうまく使って、例えば、うまく使ってってわけじゃないかもしれないけど、この幅でうつ伏せになることっていうのも私はできるんですよ。こういう辺にこうちょっと端に寄ってね。で、私は左膝をいつもどっち回転、こっち回転の方が多いかな。左膝をこうやって軸にして、足がこんがらがんないように右膝もこうやって外側に持ってきて、でこのままこうやってうつ伏せになるんだけど、こう腰を入れてね、結局こうやってうつ伏せになっても、さっき言ったように体が硬いからめっちゃ腰がさ、なんていうの、浮く、全然ベッドにつかない。こんな感じでお尻がクイって上がってるような状態になるし、足もまっすぐならない、うつ伏せになっても膝が曲がってくるっていうような状態があります。だからやっぱり皆さんはこううつ伏せになったり、早めにね、受賞が早めの方で体硬いなっていう人は、まあ毎度言ってるけど柔軟を本当に癖付けした方がいいかなっていうふうに思ってます。よいしょ、こんな感じ。はい。で、こっちのカメラで見てるとあんまりやけどが分かんないかなって思うんですけど、今のやけどから何年経った？ 3 年 4 年くらいだったかな。やけどしてるこの足を見たくない人はいるかもしれない。別にグロいとは自分では思ってないけれども、見せたいと思います。今のやけどの足がこんな感じの足になってます。若干なんだろうな、光とか iPhone の感じで分かりにくくはなってるかなって思うんですけど、ちょっとね、やっぱ血色が、皮膚っていうよりは血行が良かったらあんまりシミって目立たないんですけど、どうしても血行が悪くなると赤くなりやすい。だから冬とかはすごいこっから下が紫色になったりします。でもほら、こうやって遠くで見てもあんまりわかんないと思う。なんかあれだけのやけどを負った割にはすごく綺麗に戻ったんじゃないかなと思います。靴下とか履いてしまえば、見えないし、ストッキングとか履いてしまえばわかんないような状況にはなってます。あとは足の太さですけど、見せれないけど1年に1回くらい忘れなければ全裸の写真を撮るんですよ。トイレに行って全裸になって、手すりを持ってグッてこう立つみたいな感じのフォームで、立った状態で、写真を撮るんですけど、そういう感じに見るとあんまり足の太さの変化ってないかなって思います。なんならちょっと太もも肉ついたかなみたいな感じがある。だから結構下半身麻痺の人って足痩せする人多いかなと思うんですけど、私は全然足痩せしなくて、こんな感じで足痩せなしで、なんならちょっと太いですみたいな筋肉なんか脂肪なんかわかんないけど、こんな感じでずっとついてます。はい。なのでパッと見ると下半身麻痺の人の足のように見えない。そしてさっき言った勝手に足が動くという現象があるので、それも含めてあれ足動いてんじゃんってなることもなくもないでもやっぱそれは自分の意思とは関係ない、筋肉が勝手に動くみたいな。ほら皆さんもさ、寝てる時に健常者の方ね、なんかこうたまにビグンみたいな感じになったりする人いませんか？なんかそういう感じでやっぱり筋肉が勝手に動いてしまうっていうことがあります。その健常の時よりやっぱりいっぱいあります、私の場合。なのでそれがどうしてもあって生活上不便だなって思ってるんですよ。だから今後ボトックスを一回打ってみようかなって考えてるだけのうち考えてますはい。なので
またボトックスを打って今のこの皆さんに見せた足のこの曲がりとかなんか凄まじい嫌な感じがもしなくなったっていうのがあったら、またちょっとその変化っていうのもご報告したいかなというふうに思います。はい、ということで2画面で今回お送りしました。うまく編集できてるでしょうか、分かりませんが、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。